どうも皆さんこんにちは、原勘太です。前回の動画でアフリカで行われた奴隷貿易の歴史を解説したところ、非常に大きな反響をいただきました。その一方で、過去の歴史は分かったけど、それでもアフリカはいつまでも発展しないよねといったコメントもいくつか寄せられました。テレビや YouTube などを通じてアフリカの貧しい子供の映像を一度は目にしたことがあるはずです。なぜアフリカは何十年も支援されているのにいつまでも発展しないのかという疑問を持つ方は少なくありません。国際機関である世界銀行のデータを見ると、サハラ砂漠より南のアフリカが受け取っている政府開発援助、いわゆる ODA は直近のデータで 64.84 ビリオンドル。ビリオンドルと言われてもピンとこないかもしれませんが、1ビリオンは10億を意味するので約650億ドルということです。これを近年の円安傾向を踏まえた為替レートで換算すると、実に年間で約10兆円というとてつもなく膨大な金額になります。これだけ膨大な金額が注がれているのに、今の時代でもアフリカの貧困や飢餓のニュースを見聞きします。原勘太のチャンネルでもアフリカの貧困地域の様子は現場から伝えてきました。しかし、なぜアフリカは発展しないのかと疑問を持ったら、次の3つの問いについても考えてみてください。1つ目の問いは、そもそも発展するとはどういうことなのか。抽象的な言葉を使うときには、それが何を意味するのか具体的に考えるようにしましょう。2つ目の問いは、アフリカというのは具体的にどこを指すのか。アフリカは日本の約80倍の面積がある広大な大陸で、日本との国交がある国は全部で54カ国あります。どこの地域を指すかを考えるだけでもこの問いは難しくなります。3つ目の問いは、アフリカは発展していないというのは本当にデータに基づいているのか。なんとなくのイメージや断片的な知識だけで思い込んではいないでしょうか。とはいえ、アフリカが他の地域と比べて発展が大きく遅れてきたことは事実でもあります。今回の動画の前半では、なぜアフリカの発展が世界的に見て大きく阻まれてきたのか、その背景を歴史、資源、援助3つの視点から解説します。そして後半では、アフリカは発展しないというイメージがどれほど解像度の低い私たちの思い込みに過ぎないのか、最新のデータと私の現地での実体験をもとに覆していきます。アフリカに対して知識のない方にも分かるように噛み砕いて説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。なぜアフリカの発展は大きく阻まれてきたのか。一つ目の背景として、やはり過去500年間の歴史には目を向ける必要があります。アフリカ大陸は15世紀から19世紀にかけて大規模な奴隷貿易の被害を受けました。少なくとも1000万人を超える人々がアフリカから連れ去られ、奴隷を借り出すための襲撃や奴隷を移送する途中で命を落とした人々、さらには人口減少や地域社会の破壊まで含めれば、その影響は数字以上に深刻だったとされています。奴隷貿易の過程で生み出された地域社会の不信感や民族間の分断は、アフリカの国々が独立した後にも紛争や政治腐敗の一因になったと考えられています。この奴隷貿易が現代のアフリカにどのような影響を与えたのかについては、前回の動画でアメリカのネイサン・ナン教授の研究をもとに詳しく解説したので、そちらを合わせてチェックしてみてください。奴隷貿易の後に続いたヨーロッパによる植民地支配も現在のアフリカに深い爪痕を残しています。そもそも現在のアフリカの国境線は、その多くがヨーロッパの列強国によって勝手に引かれたものです。彼らは会議室のテーブルでアフリカの地図に定規を当てて、自分たちの都合だけで直線の国境線を引きました。そこにもともと住んでいた人々の民族分布や文化などは全く考慮されなかったのです。その結果、同じ民族がバラバラの国に分断されたり、逆に仲の悪い民族同士が同じ国に無理やり閉じ込められたりして、独立後に起きる悲惨な紛争の火種となってしまいました。植民地支配はアフリカの経済構造も大きく歪めました。例えば、アフリカの人々が自分たちで食べるための食料生産よりもヨーロッパへ輸出するための鉱物資源やコーヒー、カカオといった換金作物の生産が優先される構造が持ち込まれたのです。その結果、
独立後も輸出向けの一次産品に依存しやすい経済構造が残ってしまいました。広大な農地があるにもかかわらず、農業の生産性や流通、加工の仕組みが十分に育たず、今でも食料価格の変動や海外からの輸入に左右されやすい国が多く残っています。植民地支配が終わり、ようやく自分たちの国を作れると思った矢先、今度はアメリカとソ連による冷戦の舞台として巻き込まれることになります。大国同士の対立の中で、アフリカの国々は自分たちの陣営につくなら資金や武器を援助してやるといった具合に、外部から政治を操作される事態が次々と起きました。大国の都合によって行われた支援が独裁者を長生きさせ、政治の腐敗や汚職の温床となってしまったのです。その結果、一部の権力者だけが豊かになり、国民全体に富が分配されない構造が作られてしまいました。少なくともこうした過去500年間の過酷な歴史に目を向けることは、現在のアフリカが抱える課題を正しく捉えるために絶対に欠かせません。アフリカの歴史については過去にも何度か解説してきましたが、今後また改めて深く掘り下げる動画も作っていきますね。2つ目の背景は、豊富な天然資源とそれに依存する経済構造です。アフリカ大陸は世界で最も天然資源に恵まれた大陸の一つです。石油や金、ダイヤモンドだけではなく、最近では電気自動車やスマートフォンに欠かせないコバルトやリチウムといったレアメタルも豊富に眠っています。資源があるのに貧しいという現象は理解しにくいかもしれませんが、これを身近な例に置き換えてみましょう。もしあなたが毎月何もしなくても莫大な収入が手に入るとしたらどうなるでしょう。おそらく苦労して新しいスキルを身につけたり、事業を起こそうというモチベーションは保ちにくくなりますよね。国家も似たような呪いにはまることがあります。地面を掘るだけで資源の収入が入り、それで国の経済がある程度回ってしまうと、政府はわざわざ国民から税金を集める必要性が薄れます。国民に税金という負担を求めなければ、政府は国民に対して税金をどう使ったかという説明責任を負いにくくなります。結果として国民の教育に投資したり、他の産業を育てたりする努力が後回しになりやすいんです。このように天然資源からの収入に依存しすぎる経済構造と政治の弱さが重なり、逆に発展の足かせとなる現象を資源の呪いと言います。例えば、かつてコンゴ民主共和国、当時のザイールでは豊富に眠っていた銅の価格が下落したことに加えて、政策の失敗や重い債務が重なり、経済危機が深刻化しました。その結果として国民の多くが飢餓に陥ったのです。国際的な資源価格が下落した途端に、国の経済全体が傾いてしまう脆さを資源が豊かな国は常に抱えています。3つ目の背景は、外国からの援助の副作用です。アフリカはこれまで外国の政府や国際機関から莫大な援助を受けてきましたが、援助の設計やタイミングを誤ると、逆に現地の産業の自立を妨げてしまう場合があります。例えば、トマトを育てて生計を立てているアフリカの農家がいるとします。彼は毎日一生懸命トマトを育てて市場で売っています。しかし、ある日外国から援助という名目で無料のトマトが大量に配られ始めました。市場に無料のトマトが溢れれば、トマトの価格は暴落し、農家が苦労して育てたトマトは売れなくなってしまいます。収入が減れば、来年もトマトを作ろうという意欲もそがれてしまいます。こうした状態が長く続くと、国内の農業の生産基盤が弱まり、いざ外国からの支援が止まった時に、自分たちで食料を十分生み出せなくなるリスクがあるんです。これはあくまで一つの例ですが、実際に過去数十年間、先進国からの極めて安い農産物の流入がアフリカの農業に打撃を与えたケースは数多く指摘されています。さらに、ハラカンタのチャンネルでは何度か取り上げてきましたが、日本を含む経済的先進国からリサイクルや寄付の名目で大量の古着がアフリカに流入してきたことで、アフリカでは地元の繊維産業が破壊されるということも起きてきました。海外からの支援に頼ることなく、自分たちで服を作ろうとしても、海外からただ同然で入ってくる古着には到底太刀打ちできないからです。例えば、
西アフリカのガーナでは1975年から2000年の25年間だけでも地元の繊維産業に携わる人たちの8割が仕事を失ったとする研究もあります。また国家予算の多くを外国からの援助に依存している国では、政治家が自国民よりもお金を出してくれる外国勢力の顔色を伺いやすくなるという構造的な問題もアフリカの自立を阻んできた要因です。ここまでアフリカの発展が阻まれてきた理由を歴史、資源、援助という3つの観点から解説してきました。多くの方に理解してもらえるようにかなり簡潔に説明してしまいましたが、実際にはもっと複雑な事情もあります。各理由については今後また深掘り動画も作っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。こういった過酷な歴史や構造的な問題がアフリカの発展が他の地域と比べて遅れる理由となってきました。ではネットでよく言われるようにアフリカはいつまでも発展しないのでしょうか。結論から言うと、それはアフリカの断片的な側面しか見ていない非常に解像度の低い意見です。実際にはアフリカの国々はこの数十年で目覚ましい進歩を遂げています。ここからはアフリカの現在を5つの観点からデータと現場のリアルな視点で見ていきましょう。その前にお知らせを挟ませてください。私原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。1冊700円です。また全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原寛太の講演会にご関心のある企業や教育機関の原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。一つ目の観点は経済成長率です。アフリカは過去20年間総 GDP の規模において世界平均を上回るレベルで力強い経済成長を遂げてきました。 IMF 国際通貨基金の予測でもサハラ砂漠より南のアフリカ地域は今後も約 4% 前後の成長が見込まれています。例えばルワンダの2025年の実質 GDP 成長率は約 7%、 コートジボワールは 6% など目覚ましい成長を記録している国もあり、ケニアやナイジェリアではサービス業や IT 産業も育っています。私も昨年ケニアの首都ナイロビに取材で行ってきましたが、街中にそびえ立つ高層ビルの数、富裕層向けの大型ショッピングモールなど、その規模の大きさに圧倒されました。ただしアフリカは人口増加のスピードも非常に速いため、国全体の経済が大きくなっても一人当たりの所得や雇用の改善にはまだ課題が残っているというのも事実です。先ほど触れたナイロビも富裕層や中間層が増えている一方で、推定200万人が暮らすアフリカ最大規模のキベラスラムも存在するなど、貧富の格差も問題視されています。私がケニアを取材した動画を何本か見てみると、今のアフリカのリアルを感じられるはずなので、合わせてチェックしてみてください。2つ目の観点は教育レベルの向上です。よくアフリカの子供たちは学校に通うことができないと言われますが、昔に比べて学校に通える子供は大きく増えました。それは UPE という政策がアフリカで推進されてきたからです。UPE とはユニバーサルプライマリーエデュケーションの略称で、全ての子供が小学校に通えるようにする無償化などの政策を指します。そのため国にもよりますが、小学校の就学率が 99% 近い数字になっている国もあります。実際に私がウガンダの農村部を歩いていても、朝早くから制服を着て学校に向かう子供たちの姿を当たり前のように見かけます。初等教育へのアクセスはこの数十年で劇的に改善しました。ただし就学率は高くても小学校を卒業できるかどうかはまた別の問題です。すべての子供が安定して学校に通い卒業できているわけではありません。就学の機会は広がりましたが、学費自体は無料になったとしても、ノートや鉛筆といった文房具を買うお金が払えずに途中で学校を辞めざるを得ない子供たちがいます。また日々の生活自体が苦しいため、水汲みや畑仕事といった家の手伝いを優先しなければならず、学校に通い続けることができなくなるケースも少なくありません。表面的な就学率の高さの裏には、こうした家庭の貧困による中退や教育不足、教育の質といった複雑な課題が今も現場に残っているのです。過去には私がコンゴやウガンダ、
タンザニアといった国々で現地の教育事情を取材した動画もありますので、そちらも見てもらえると現地のリアルがわかるかと思います。3つ目の観点は貧困の削減です。世界銀行の最新の基準である1日3ドル未満で暮らす極度の貧困状態にある人の割合は、サハラ砂漠より南のアフリカでは2000年頃には人口の 62.4%、5人に3人以上がこの状態にありました。それが直近の2024年のデータでは 45.1% まで下がっています。長期的に見れば貧困率は確かに下がっており、アフリカは何十年も貧困がなくならないというのは間違いです。ただし改善しているとはいえ、今でもほぼ2人に1人が極度の貧困状態にあるという厳しい現実も同時に存在しています。良くなりつつある状態と悪い状態は同時に存在するということを理解しておきましょう。ここで少し別の視点も共有させてください。1日3ドル未満という数字だけを見ると、どうしても貧しくてかわいそうと思ってしまいます。しかし私が現地を歩いていると、確かに先進国の基準から見れば極度の貧困に分類されるものの、農業主体の生活で食べ物に困ることはなく、毎日家族とのんびり幸せそうに生活している人たちにもたくさん出会います。そういう人たちを先進国のお金という物差しだけで貧しくて困っている人と断定していいのかという視点もとても大事です。私のアフリカ現地取材の動画には、日本の都会で毎日満員電車に乗って忙しく働いている私たちと、お金はなくても家族とのんびり暮らしているアフリカの人たち、どっちが本当に幸せなんだろうかといったコメントがよく寄せられます。数字の裏にある一人一人の生活や幸せの形を想像してみることも、世界を正しく見るためには必要です。4つ目の観点は乳幼児死亡率の変化です。5歳の誕生日を迎える前に命を落とす子どもの割合は、1990年の時点では1000人中179人でしたが、最新のデータではその数が71人と半分以下にまで劇的に減少しています。これは単に病院が増えただけではなく、ワクチンやマラリア対策の蚊帳が普及し、安全な飲み水へのアクセスが少しずつ広がってきた結果です。確かに今でも1000人中71人の子供たちが5歳になる前に命を落とすという貧困の現実はありますが、時間軸で捉えてみると確実に改善してきています。ここでも悪い状態と良くなりつつある状態は同時に存在するということを頭に入れておきましょう。5つ目の観点は技術革新です。特に注目すべきがリープフロッグと呼ばれる現象です。アフリカをはじめとする途上国が先進国の歩んできた段階的な進化のステップをカエル飛びのように飛び越えて、一気に新しいテクノロジーを導入する現象、それがリープフロッグです。例えばアフリカでは銀行のネットワークが全国に整備される前に、古いタイプの携帯電話でも使えるモバイル送金サービスが急速に浸透しました。自分の携帯電話の番号が銀行口座のようになっている様子をイメージすると分かりやすいかと思います。私が現地の市場を歩いていると、銀行口座を持っていなくても手元の携帯電話を操作して送金をし、現金を使わないで日用品を買っている若者たちによく出会います。現金を使う場面が少なくなったので、昔に比べると犯罪が減ったなんて耳にする地域もありますね。さらには路上の物乞いすらも現金ではなくモバイルマネーでお金を受け取るケースも目にしたことがあります。このようにデータや現場の現実に目を向けてみると、アフリカは発展しないという言葉がいかに一面的な思い込みであるかがわかります。しかしその一方で、現在のアフリカが深刻な壁にぶつかっているのも事実です。これまでの進歩は本物ですが、国際経済の変動や気候変動に対して非常に脆いという弱点があります。コロナ禍やウクライナ危機による物価の高騰はアフリカの家計を直撃しました。国や時期によっては2桁のインフレや食料価格の急騰が起き、一番弱い立場にいる人々が再び貧困に突き落とされるといったこともありました。さらに深刻なのが債務危機です。インフラ開発などで海外から多額の資金を借りていたアフリカ諸国は、世界的な金利の上昇で借金の返済負担が膨れ上がりました。ザンビアやガーナのように債務不履行や大規模な債務の再編に追い込まれる、いわば借金を予定通り返せなくなる国も出ています。国が借金の返済に追われれば、本来なら国民の教育や医療に使うべき予算が削られてしまうんです。とはいえ、
ネット上でよく目にするアフリカは発展しないという言葉は、今回の動画をここまで見た方ならあまりにも解像度が低い言葉であるということは理解できたのではないでしょうか。そもそもアフリカ大陸には50を超える国々があり、約15億人もの人々が暮らしています。それを一括りにして語ることは到底できません。例えば私が長く関わってきたウガンダという国だけでも、発展している部分とまだ貧困が残っている部分が同時に存在しています。私は毎年スタディツアーを開催しており、日本から来たお客さんを連れて首都のカンパラから北部最大の都市グルに向かって約7時間移動しますが、その道のりだけでも景色は様々に移り変わります。高層ビルが立ち並び、大量の車とバイクが渋滞を作っているビジネス街から、農業主体でゆっくりとした自給自足の生活を送るエリアまで、本当に多様なグラデーションを目の当たりにするんです。アフリカは発展していないのではありません。急激に前へ進んでいる部分と、未だ過酷な貧困が残されている部分、さらにはその間のグラデーションが同じ大地の上に同時に存在しているんです。そしてその背景には、決してそこに生きる人々の努力不足などではなく、過去の歴史や国際社会の深い構造が横たわっています。ネットや SNS を開けば、ショート動画などを通じて、アフリカはいつまでも発展しないといった大雑把な言葉を簡単に見かける時代です。しかし、誰かが発した解像度の低い言葉をそのまま鵜呑みにしないでください。画面越しの断片的な情報だけで分かった気にならず、まずは言葉の定義を疑い、事実とデータにしっかりと目を向けること。世界を正しく見るということは、単に知識を増やすことではありません。複雑な現実を複雑なまま受け止め、そこにあるグラデーションの解像度を高めていくことです。現場のリアルな空気や、そこで生きる人々の息遣いを想像しながら世界と向き合うこと。それこそが偏見に満ちた思い込みから私たち自身を解放してくれる第一歩になると私は信じています。現地に1回でも足を運んで自分の目で見てみれば、アフリカは発展しないという言葉がいかに雑な表現であるかが肌でよくわかるはずです。最後に宣伝となってしまい恐縮ですが、毎年春と夏に東アフリカのウガンダを訪問するスタディツアーを開催しています。今年は8月に開催予定です。ハラカンタの YouTube を見てアフリカに興味を持っている方、画面越しの情報と実際に現地へ足を運び五感を通じて得る体験とでは全く異なります。百聞は一見にしかずです。少しでも興味のある方はぜひ概要欄のリンクからスタディツアーのホームページを覗いてみてください。また私が運営するオンラインサロンシナジーでもアフリカ関連の勉強会をたびたび実施しています。これまでずっと弱い立場に置かれてきたアフリカの視点に立ってみると、この世界がどのように成り立っているのか、新しい視点を持つことが可能になります。アフリカに目を向けることが実は日本の未来を考えることにもなるかもしれません。少しでも興味がある方はぜひ概要欄のリンクから公式ホームページをご覧ください。ハラカンタのチャンネルではテレビや新聞では知ることが難しい世界の問題を現場での活動経験も元にしながら分かりやすく解説しています。データや事実をもとに世界を正しく見る習慣づくりをサポートさせていただきますので、これからも一緒に学んでくださる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。